もし知らず知らずの間に殺人犯の家に誘い込まれてしまったら。2011年8月10日、愛知県犬山市。あとちょっとまったりしてお仕事行ってきます。ドキドキワクワク。カフェで一息つきながらブログを投稿していたのは21歳の女子大生佐藤優子さん。彼女の言うお仕事とは派遣モデルとしての撮影のこと。大学へ通う傍らモデル事務所に所属していた優子さんは事務所からの依頼でいつも様々な撮影現場へ向かっていました。そしてこの日の撮影はマッサージのメニュー表の写真。もしかしたらタダでマッサージ受けられちゃうかも。冷たいドリンクを飲み干すと優子さんは意気揚々と依頼主との待ち合わせに向かいました。しかし優子さんがこれから受けるのはマッサージなどではなかったんです。翌日午前4時45分、一人の男が警察署を訪ねてきました。見せたいものがあるというその男は自身の車まで警官を誘導。するとその車内には無残にも陰部を切除された優子さんの遺体が横たわっていたんです。無残に痛めつけられた女性モデルの遺体を警察署へ運んできた男。女性が撮影へ向かった先で一体何があったのか。犯人はずっと付け狙っていたんです。モデル事務所に生じるわずかな隙を。おさすけんちゃんです。みやみこんです。というわけでね、やみおさん、最近ちょっと久しぶりにねマッサージ行ったんですよ。そしたらですね、西江さんは僕西江って言うんですけどやばいですって言われました。本当に最初なんか営業トークから見てやばいですっていうことによって、大体みんな言われてる気がするわよ。また来てもらうみたいなあれなのかなと思ったんだけど、どこ行っても言われるのよ。本当にね、石みたいになってる。僕の人生の幸福度を半分以上この肩こりが下げてるんで。そんなさ、分かってるでしょ、あんた何すればいいかぐらい。何すればいい？運動でしょ、明らかに。運動って何すればいい？筋トレとか、あなたの言ってたブレイクダンスとか、キックボクシングどうなってんのよ、あんた。もっと楽なやつねえかな。諦めなさいじゃん、もうそれ。じゃあ楽なやつ募集です今回は愛知県で起きた殺人事件を紹介します。殺害されたのは女子大生の派遣モデルなんですけれども、彼女は遺体を一部切断されるという非常にむごい方法で殺されたんです。切除なんてエグすぎるわよ。派遣モデルっていう職業も今回の事件と関係してくるわけ？そうなんです。被害女性が襲われたのはまさにモデルとして派遣された先でのことだったんです。血に染まったタオル。2011年8月11日、愛知県犬山市。午前4時45分頃、警察署の前に1台の車が止まりました。車から降りてきたのは黒髪短髪で細い目をした一人の男。警察署の中へ入った男は居合わせた警官に向かい神妙な面持ちでこう告げました。女性を殺しました。男は血のついたナイフをその手にぶら下げており、警官は一目見てただごとではないと察しました。車の助手席に遺体があります。男の説明に従い警察署の前に止められているその車を確認しに向かう警官。助手席のドアを開くと、そこにはタオルをかけられた裸の女性の遺体が。恐る恐るタオルをめくった警官は現れた遺体のありさまに思わず吐き気を覚えました。女性は首や腹部に複数の刺し傷があるほか、乳房や唇、陰部などが切除されている状態。死後も散々にいたぶられたことは誰の目にも明らかだったんです。やばすぎるわよ。こんなこと自分でやってる方もさ、気持ち悪くなってこないの？後からわかるんですけど、この犯人はこいつならやるだろうなっていう素性の持ち主だったんです。遺体を運んできた男の名は丹羽裕二。亡くなった女性は県内の私立大学に通う女子大生佐藤優子さんであることが判明しました。そして警察に優子さんとの関係性を問われた丹羽は次のように説明。モデルの派遣をお願いして来てくれた女性です。つまり丹羽と優子さんは事件の日何らかの撮影をしていたということ。依頼主とモデルの関係である2人の間に一体何があったというのでしょうか。時は遡り、遺体が発見される前日の8月10日午後2時30分、女子大生の優子さんはカフェで冷たいドリンクを飲みながらスマホでブログを更新していました。お仕事行ってきます。ワクワク。優子さんは東京に本社を持つモデル事務所の名古屋支部に所属する派遣モデル。広告のための写真撮影やテレビ番組のエキストラ、パーティーの受付、格闘技のラウンドガールなど、モデルの仕事以外にも様々な現場へ向かっていました。そしてこの日は一宮市に新しくオープンする
カイロプラクティック店のメニュー表に載せるための写真撮影。もしかしたらタダでマッサージ受けられるかも。カフェを後にした優子さんは意気揚々と待ち合わせ場所の JR 一宮駅へ向かったんです。一宮駅で待っていたのは撮影の約束をしていた整体師丹羽裕二。優子さんは丹羽に促されるまま彼の車へ乗り込みました。自宅で手軽にできる背骨の矯正方法があるんですよ。サービスで教えますね。本当ですか？嬉しい。気さくな丹羽の振る舞いとサービスで施術をしてもらえるという話に頬を緩ませる優子さん。彼女は一切気づいていませんでした。その男が最初から撮影などするつもりがないということに。そもそも疑問なんだけどさ、撮影ってこの男と2人でやるわけ？普通さ、事務所に所属してるモデルさんとかだったらマネージャーさんとかと一緒とかね、2人きりに密室でってかなり危険なんじゃないのこれ。本当におっしゃる通りで、うんいいところに気づいてるんですけど、うんこの庭っていう男は事務所の制約とか含めてそういうのをすり抜けてやってたんですよ。何しろね、庭はねかなり異常な犯罪者で、こういう狡猾な手口には慣れているんです。欲望に取りつかれた男。犯人の丹羽裕二は愛知県一宮市で暮らしている在日韓国人。早くに父親を亡くしている彼は実家を譲り受け、そこで一人暮らしをしていました。その自宅に掲げられているのはテコンドー協会一宮支部の看板。丹羽はテコンドー教室の講師だと言いますが、近隣住民からするとそれ以外のことは何もわからない謎の人物。そこが実家であるにもかかわらず、近隣住民は挨拶をしたこともなければ、普段どんな仕事をしているのか知っている人も一人もいませんでした。そんな丹羽の自宅にはテコンドー教室の他にもう一つ、パワープラント宿徳と書かれた看板が。それは彼が運営する整体院の店名なのですが、その看板に騙されてはいけません。以前丹羽がこの整体院の受付事務員を募集した際のこと、彼は面接に来た若い女性に次のように切り出しました。今日は特別に小顔の新メニューを体験してもらいましょう。そう言いながら女性に目隠しをし、診察台にうつ伏せになるよう指示した丹羽。彼はそこから女性の体をまさぐり始めたんです。そう、整体院やカイロプラクティック店の経営者を装って女性の体を触るのは、彼が性犯罪に及ぶ際の常套手段。丹羽は実際のところ派遣社員として職を転々としている男でしたが、整体師のふりをして女性に触れられる機会を狙っていたんです。彼はなんと前科10犯以上、そのほとんどは公然わいせつ、強制わいせつなどの性犯罪でした。児童売春で一度逮捕されているほか、近隣の風俗店では本番行為や陰部に針を刺すなどの変態プレイを強要し、軒並み出入り禁止に。2010年にはコンビニ店員に対して下半身を露出する犯行に及び、今回の事件のわずか8ヶ月前まで丹羽は刑務所の中にいたんです。いやもう本当に想像以上にさ、異常な犯罪者ね。前科10犯ってどんだけ繰り返すのよ。性犯罪者は構成が難しくね、再犯率が高いって言われてるんです。なのでこの庭っていうのもその最たる例なんです。今回はこの性犯罪者のね、再犯率が高くなる理由について解説します。というわけで本日のメトラキーワード、性犯罪者の認知の歪みについて。心理学における認知の歪みとは、現実を不正確に捉え非合理的な解釈をする思考の癖のこと。性犯罪においては犯行に対する罪悪感を麻痺させ、自身を正当化するために機能することが多いとされます。例えば性犯罪者には嫌だと言っていても、実はそこまで嫌がっていない痴漢の DVD だって売られているのだからみんなやっていることだなどと、犯行を自分の都合のいいように考えているケースがあります。これらの認知の歪みが形成される要因は、過激なポルノ映像の過度な主張、事件の被害者に対する露出の多い服を着ている方も悪い、女性もなぜ拒まなかったのかなどの一部の批判的な意見など、それまでの生活で形成された思考の習慣として罪悪感を覚えていないため、たとえ逮捕されても再犯を繰り返してしまう性犯罪者が後を絶たないんです。案の定、公然わいせつによる服役期間を経ても丹羽は一切反省していませんでした。事件から2ヶ月前の2011年6月頃から、彼は複数のモデル事務所に次のような電話をかけ始めるんです。私はパワープラント宿徳という整体院の代表をしているものでして、成長期の膝の発達具合の解説資料を作成したく、モデルの派遣をお願いしたいんです。13歳から15歳くらいの女の子をお願いできませんか？当然のごとく、その話を聞いたほとんどのモデル事務所はスタッフの立ち会いを条件として提示。そもそもわいせつ目的である丹羽は作戦の変更が必要だと考えるんです。さすがに10代の子供を一人でよこす事務所はないか。こうして次にたどり着いた口実が、新しく開くカイロプラクティック店のメニュー表に使用する写真を撮影したいというもの。モデルを一人で派遣してもらえるよう対象を成人女性にしたんです。それでも多くの事務所は第三者の立ち会いを求めましたが、丹羽の話
話を聞き、モデルを一人で派遣しても大丈夫だと判断したのが優子さんの事務所でした。優子さんが所属する事務所は個人宅での撮影には応じないとしていましたが、丹羽は撮影場所は自宅兼店舗と説明し、事務所側もなぜか納得。店舗のウェブサイトの提示を求めた際も丹羽は新規オープンのため制作中と回答し、事務所はこれを信用しました。優子さんの事務所は比較的有名な事務所でしたが、当時は依頼主の素性の確認など安全管理が行き届いていない部分もあったようなんです。その後モデル事務所が派遣可能なモデルの写真を数名分送付すると、丹羽はその中から優子さんを指名。密室での撮影にもかかわらず優子さんはスタッフの同行もなしに現場へ向かったんです。個人宅での撮影は応じなくて、その個人宅兼店舗みたいならいいってさ、基準がガバガバすぎない？適当すぎるにも程があるわよ。対応したスタッフもね、モデルに危害が加えられるっていうこと自体についてあんまり怒るわけないじゃないかっていうね、そういう思い込みがあったのかもしれないです。こうして庭の自宅に誘い込まれた優子さん。そこでは抵抗することも叶わない恐怖の時間が待っていたんです。無言の脅迫。2011年8月10日の午後3時頃、丹羽と優子さんは自宅兼店舗と説明されていたその家へ到着。そして2階の和室まで優子さんを案内した丹羽はすぐにこう切り出した。さっき話してた背骨矯正をやってあげますよ。その台にうつ伏せに寝てください。優子さんは促されるまま台の上にその身を横たえるが、この次の丹羽の行動は明らかに施術のためのものとは思えなかった。体を固定しますね。一言そう言うと、優子さんの両手両足を後ろ手にロープで縛り始めた丹羽。あまりにきつく縛り付けられた優子さんは顔をしかめながら問いかけた。ちょっときついんですけど、これ本当に必要ですか？丹羽がその言葉に答えることはない。代わりに彼は何かが書かれた紙を数枚持ち出し、優子さんの顔の前にそれを突きつけた。服を脱いでください。裸を撮影します。たった2時間指示に従えば家に帰れます。ただ少しでも声を出したらナイフで首を切ります。あなたは2分で死にます。丹羽の計画ではそれで彼女が思い通りになるはずだった。しかし、いや、誰か助けて！恐怖に顔を歪め声を張り上げる優子さん。彼女は必死に体をよじりながら何度も叫び声を上げた。うるさい！静かにしろ！近隣住民の通報を恐れた丹羽は優子さんを黙らせようとするが、何を言おうが彼女は抵抗をやめようとしない。焦りを募らせる丹羽。彼の右手には脅しのつもりで持っていたナイフが。そして逆になんでこんな脅しでさ、言いなりになるって思ってんのよ、こいつは。見ず知らずの男にいきなり服脱げなんて言われてさ、素直に脱ぐ人がそんないるとは思えないわよ。女性は自分の言いなりになるみたいな、そういう歪み的思考も性犯罪者の特徴なんです。そして今回の事件で最も恐ろしいのは、ここからの丹羽の行動なんです。拘束した状態で殺すと脅せば女性が素直に言うことを聞くと高をくくっていた丹羽。ところが優子さんが暴れるという不測の事態に陥り、意図せず彼女を殺害してしまった丹羽は完全なパニック状態に陥っていました。人を殺してしまった。これからどうすれば。丹羽はとにかく遺体を隠蔽しなければならないと考え、動かなくなった優子さんを彼女の所持品とともに車へ積んだんです。そしてあてもなく車を走らせながら丹羽は次のように考えを巡らせていました。もう終わりだ。この子と一緒に俺も死のう。しばらくして到着したのは岐阜県多治見市の山中。人気のないその場所に遺体を遺棄した後、丹羽は自身も命を絶とうと考えていたんです。その場で精神安定剤と缶ビールを口へ流し込んだ丹羽。その時でした。彼の脳裏に悪魔のような思考が浮かんだのは、どうせ死ぬならもう何やったって構わないよな。丹羽はおもむろにナイフを取り出し、優子さんの遺体にじっと視線を向けました。そして自身の歪んだ欲求を満たすがごとく、優子さんの体を心ゆくまで傷つけたんです。その後、丹羽は激しく損壊した彼女の遺体を山中へ遺棄。彼は一度その場から立ち去ろうとしましたが、遺体がすぐに発見されてしまうように感じ、また自分の車に遺体を乗せ直します。丹羽は母親に電話をかけると、力ない声でこう告げました。死にたい。どこか遠くへ行くよ。この翌日の早朝4時45分、愛知県へ戻ってきた丹羽は警察署へ出頭したんです。殺した理由にしてもさ、遺体を損壊した理由にしても本当に一個も納得できるとこがないわよね。こんな奴のとこに一人で向かわされて本当にかわいそうで仕方がないわよ。今回の事件はね、犯人のただただ残酷さっていうのが目立った凶悪な事件なんですけど、こういった犯人はね、一生刑務所にいてほしいって皆さん思うと思うんです。裁判の結果、一体どうなったんでしょうか。
警察署へ出頭した後、岐阜県多治見市の山中から優子さんの所持品が発見されたことや、自宅に残されていた大量の血痕などを決め手に、丹羽は逮捕・起訴の運びに。事件から約1年後の2012年10月15日、強制わいせつ未遂、殺人、死体損壊、死体遺棄などで有罪となった丹羽は懲役27年の判決を下されました。犯行は残忍かつ身勝手極まりなく、検察は無期懲役を求刑していましたが、丹羽が自分で出頭していることや殺意がなかった点が考慮され減刑となったんです。丹羽は遺体の損壊についても精神安定剤とアルコールで気が大きくなっていたと主張しており、その点も減刑の材料となりました。また今回の事件は優子さんを一人で現場へ向かわせたモデル事務所にも責任があるとされ、遺族は事務所に対して約1億円の賠償を求める訴訟を提起。最終的には優子さんの死が労災と認定され、遺族補償の支給が決定されたことと、モデル事務所が損害賠償の一部を支払ったことにより和解が成立しています。事務所はモデルが犯罪の対象になること自体考えも及ばなかったとしながらも、遺族に対して真摯に謝罪、同じような事件が二度と発生しないよう体制の改善に尽力することを約束しました。非常に残念なことに、世の中には丹羽のように人の目を巧みにかいくぐり卑劣な犯行に及ぶ人間が多数存在しています。もし見知らぬ相手と密室で2人になるシチュエーションに出会ったとして、あなたならいかにして自分の身を守りますか？もしあなたの大切な人が自ら命を絶ってしまった後、その死に関する奇妙な噂が流れてきたらどうしますか？ 2020年7月18日、東京都港区とあるマンションで一人の男性が首を吊った状態でクローゼットから発見されました。その男性とは俳優の三浦春馬さん。彼はすぐに救急車で病院に運ばれましたが、すでに死亡していることが確認されました。人気俳優の三浦さんの死に、テレビでは俳優の三浦春馬さんが死亡かと速報が流れたんです。このニュースに世界中が驚きと悲しみに包まれ、多くのファンがショックを受けました。しかしこのニュースが話題になった時、ある一つの SNS の書き込みが世間を騒がせたんです。実は私、朝にも春馬くんが亡くなったっていう速報を見たんだけど。人気絶頂で将来を嘱望されていたイケメン俳優。ドラマの撮影時期でもあったにもかかわらず、自ら命を絶った理由とは。彼の死については今でも多くのファンが真相を追い求めているんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。